にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第15話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。タッケは長距離得意だしな。ルメールも長距離戦は豊さんについていって直線でかわせばいいと思ってる節がある。だいたいやってるのがすごい。フリックってプリティに出てたっけ。一期で小栗と玉本ドーナツ早食い勝負して失格負けしてた。そんな圧勝だったって武豊。無知を持ったままゴール。また負けた八重の無敵。負け癖ついてんな無敵。負け犬ならぬ負け馬。八重の無敵ってかませキャラなのか。むしろもう一人の主人公。八重の無敵は基本 2000m までやろう。相当メンバーに恵まれないと2200以上は厳しい。八重の無敵、こんな奴らがおる中でようレース続けたな。空手の聖剣付きろうそく消しトレーニングなんてやってるから。そういうことよね。足をじっくり鍛えることやらねえと。で、鉄球潰す牝馬三冠馬娘もいるから。スーパークリークの顔と父が素晴らしい回だった。クリークちゃんのファンになりました。海外の強豪だ。トニービン来た。日本語ペラペラやんけ。なんでもう勝負服に着替えてるねな。実際のトニービンって格安貧乏サンバなのに。凱旋門商馬だからそりゃこんなデザインになる。こっちが本命なんかな。ベタベタなアメリカンなら正常期ビキニで走らせないと。実際強かったの。世界から来たやつらって。トニービンは日本の血統に偉大な歴史を残した。3区がザフ中戦って馬ばかりだったトニービン。例外はエアグルーヴとノースフライトくらいか。圧倒的じゃないか。クリークがシンデレラだったんか。こりゃ有馬もクリークだな。八重の無敵は潮のロマンと走ると力が出せない話とかやるの。でかい。でかすぎんだろ。八重の無敵は 2000m ベストだから。八重の無敵はオグリたちのキープアウトを見届けるお役目。ウマ娘のガチ顔でしか得られないなんとかかんとか。これ1、2着が繰り上がり組なんだよな。長距離タンクがあるからな。デッドウェットだよ。デバフかと思った。拉致って何。柵。さっきの三角巣みたいな。合流で柵がなくなるところのことか。実レースも結構差があるんやな。上がり最速だったんだなスーパークリーク。あの時クリークが履かされたのはガラスの靴なんだな。原作でも読者をうならせたシーンよ。シンデレラはもう一人いた。かよ戦会を。八重の無敵ってかませばっかり。現役最後の方で岡部に乗り換わって天皇賞を勝った小栗は奔走した。八重の無敵の曇らせとかどれだけあってもいいですからね。てか小栗ほとんど出てなくて草。先週もあれ、今日小栗喋った。持久力で勝つという方法もあるのか。キリ。途中から見てるけどあんな戦い方とか言ってた。すごい作画大変そうなキャラクター。実際1ページで1本ペン先潰してたという。マジか。デジタルなら楽そうだがアナログは。なんて人気のない空港だ。コロナの時のよう。タマに負けて対して成長していないのに今度は世界レベルの敵。2000年代ガチの外国馬が来ない。2010年代三流レベルの外国馬しか来ない。2020年代外国馬が来ない。これからは玉取った馬の集まるレースになりそう。小栗が考えて走るようになって息苦しくなりそう。令和のジャパンカップもこれくらい海外馬参戦してほしいな。ストローク長い走りがいいわ。神様ありがとうございます。ノイズすぎる。これから各国のウマ娘と日本のウマ娘が5対5のトーナメント。ウマ娘の一番くじどこのローソンにもない。売り切れたのか。ジャパンカップはモンジューに勝ったステが印象深い。娘のブエナビスタがレインドリームに勝つってのもドラマだ。日本総大賞とかかっこいい。なんで最近のジャパンカップは海外税庫なくなったんやろうな。中東みたいに賞金15億くらいにしようせは。それでも来ないよ。日程をずらした方がいいと思う。シングレ本当にすごいな。全員が主人公じゃん。
アニメになってから八重の無敵がなんか好きなんだよな。なります。の悔しそうにしながらも力強くいる八重のはかっこいいな。八重野の裏主人公感よ。連載読んでるからわかるんだけど。すみません。やはりクリークの菊花賞泣きました。耐えられなかった。クリークの表情、勝利への執念を感じるぐらいにはかっこいい。クリークは有馬での、八重野は飛天まででの長い布石。いやー楽しみだわ。スーパークリークにすでに熱さを覚えた。マジで小栗だけじゃないんだよな。ストーリーがあるのは。スーパークリークの菊花賞をアニメで見られてわしは満足です。可愛くてかっこよくて強くてでかいクリークおめでとう。昔からよく知ってる馬娘が活躍する姿はやっぱり見てて胸が熱くなる。八重のもよい走りだった。スーパークリークの覚醒が描かれた菊花賞。ラッキーで出場した結果勝利するという誰もが予想していなかった展開。先日も勝利するために必要な力なのだと知る話でもありました。実際の豊さんが乗ってたスーパークリークの菊花賞も豊マジックかのように内から入って加速していったからな。これを10代の頃にやり遂げてるんだから本当すげえよ。ついに登場した武豊の擬人化異なせトレーナー。常にゆったりしてるクリークが戦士のごとき風格をまとう。僕たちの物語とガラスの靴が史実の武豊の伝説の始まり。そしてクリークがシンデレラになる物語につながってて素晴らしい演出でした。なお現実は奇跡が起きたからではなく、マイネルカットでおなじみの岡田茂之総帥、スーパークリークの配合にも関与が、当時デビューしたばかりの武豊騎手の推薦もあり、自身のクラブ所有馬であるマイネリフリスの出走を取り消してまで、スーパークリークを菊花賞に出走させたという裏話があります。スーパークリーク登場。あらあらウフフお姉さんかと思ったら、普通に年齢相応な感じで可愛い。スーパークリークとトレーナーだけなんか少女漫画な空気だ。一歩一歩はゆっくりなのにぐんぐん加速するスーパークリーク迫力がすごい。ガラスの靴ではない泥だらけの靴で勝利をつかむ。拉致がないんだよと説明するムサカさんのシーン。拉致っていうのは競馬場のコースに設けられた柵のことで、拉致が開かないといった普段使う言葉もこういう柵が語源なんだとか。小栗が他のレースを見て勉強するため会でもありつつ、八重の無敵とスーパークリークの物語をしっかり描いて1話のストーリーにまとめ上げてくるのよきね。レースシーンはやっぱり熱くなれていい。菊花賞でのスーパークリークのレース展開。ムサカトレーナーの菊花賞の解説を踏まえると改めてすごいレース展開。そしてナセトレーナーとの信頼関係をアニメで見ることができてよかった。エンディング後についにあのキャラたちが登場したので来週がますます楽しみです。今回は小栗が出走しない菊花賞スーパークリーク回でした。有馬への布石です。この作品小栗が出てなくてもレース中にスパートかかるときにテンション上がるんですよね。それだけでも楽しいのがすごいと思うんです。小栗も玉もいないレースだけど全然退屈しなかったね。スーパークリークという化け物の完成、八重の無敵の雪辱、次にレース場で会う時に全部乗っかってくるもんね。一つも無駄じゃない。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。